料理の達人、いつもご視聴ありがとうございます。この度、初のですね、顔出しということで、2025年頑張りたいと思います。で、これからですね、ちょくちょく、また、顔を出してですね、頑張って料理の方を、撮影したいと思います。皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。本日は、ホルモン鍋醤油味をやっていきます。ホルモンとは鳥獣の内臓肉を指します。なので心臓、肝臓、胃、卵巣なども含みますが、最近は牛や豚の腸だけをホルモンと呼んで、内臓肉全般のことはモツと呼ぶことが多いようです。英語ではオーファルとかバラエティミーツと呼ばれます。栄養価は高いですが日持ちしないので、冷凍食品として売られていることが多いです。では材料の方説明していきます。今日はね、地元のスーパーでね、いいねホルモン見つけたんでね、今日はそこで買ってきました。ホルモンですね。こちら 200g です。で、キャベツ、だいたいね 100g ぐらい使います。あとニラですね。こちら適量使います。豆腐4分の1丁ですね。で、ごぼうです。これはですね、ささがきごぼうにして使います。ニンニク、こちらスライスで使います。それとね、輪切りの唐辛子ですね。こちら適量使います。はい。次にですね、調味料です。水 500ml、カツオの粉末ですね、5g、いりこの粉末 5g、で、薄口ですね、30ml、お酒、30ml、で、みりんですね、15ml、で、お好みで、これ、ニンニクのね、おろしです。はい。今日はね、これ半分ぐらい入れようと思います。では、作っていきます。最初、だしの方をね、合わせていきます。鍋でね、火をつけます。水ですね、入れます。全部ね、入れてもらって、で、一回沸かします。で、顆粒だしがね、溶ければね、だし OK です。はい、全部ね、入れていきます。今ね、こんな感じに周りがね、泡がね、ポコポコ出てきました。で、もう一回ね、こう混ぜてください。もう一回吹きかけたらね、真ん中を見てもらって、粉末が溶けてたら OK です。皆さんね、大体ね、濃口醤油でね、タレの方を合わせると思うんですが、僕はね、薄口の方がね、ちょっとね、品があってね、いいんじゃないかなと思って薄口で合わせてます。ではね、続いてね、ホルモンの処理をしていきます。一旦ですね、塩で揉みます。そうすることによってですね、臭みと、ぬめりがね、取れます。お湯が沸いたらですね、お酒を入れてね、またね、霜を振って、臭みを取っていきます。お湯が沸騰してきました。ここにね、日本酒ですね。これは臭み取りで入れます。沸き返したら、さっきね、塩もみしたホルモンをね、そのまま入れます。はい、混ぜます。はい、これでもう一回吹きかけたら、水道水でね、洗います。それでね、ちゃんと臭みが取れます。はい、こちらがですね、先ほどね、霜降りをしたね、ホルモンになります。水でね、こう手洗いして、それでこう水分をね、拭き取ったらこの状態になります。はい。続いてね、野菜のね、カットとかしていきます。まず豆腐です。はい、こんな感じです。次、キャベツですね。
キャベツも、使う部分だけね、ちょっと切りたいと思います。こんな感じにね、この芯のところをちょっと取ってもらいまして、あとね、大きさ的にはね、一口大っていうよりもね、3センチぐらいかな。それぐらいにカットしてもらってね。これでそのまま入れます。続いてね、ごぼうなんですが、普通だったら洗って皮をたくさん取って、やるんですけども、このホルモン鍋に入れるときはですね、皮付きのままでね、ささがきごぼうですね。こんな感じに切っていきます。で、水で洗ってね、アクを取るとかって言われるんですけど、もうこの状態でね、鍋の中に入れてもらってね、全然大丈夫です。今日は約ね、10g ぐらいかな。はい、こんな感じですね。続いてニラです。ニラはね、今日半分ぐらい使います。切り出しまして、そうですね、約3センチぐらいかな。こんな感じに切っていきます。結構ね、ホルモン鍋の時にはね、ニラがね、重要になります。続いてですね、ニンニクになります。頭を落としてもらって、お尻のところですね。落としてもらって、皮を剥きます。皮を剥いてもらったら、叩き潰してもいいんですけど、やっぱね、スライスの方が、僕はね、好きなのでスライスします。だいたい4切れぐらいかな。これでね、野菜の方は完成です。で、今からですね、ホルモンを入れて、火にかけていきます。ホルモン鍋の場合はですね、ホルモンをね、先に入れてからね、それで、出汁を張って、火をつけて沸かします。はい、こんな感じでね、結構ね、たくさん入れてもらって大丈夫なんでね。これほんとね、薄口で作ってますけど、濃い口醤油の方がですね、塩分はね、薄いのでね。なのでね、見た目よりも味はね、ちょっと濃いですね。はい。あとね、唐辛子のね、輪切りを入れてもらったら、出汁を張っていきます。パンパンに張るとですね、吹きこぼれてしまいますので、だいたい7分目ぐらいまで、これでね、火をつけていきます。ではね、蓋をして、沸騰するまで待ちましょう。はい、これでね、火を切ってね、完成になります。いい感じになりました。はい、これで完成です。本日はホルモン鍋の醤油味を、ご紹介いたしました。今日のポイントはですね、ホルモンは塩で揉んで、あとね、霜降りっていう作業をしてもらってね、臭みを飛ばしてください。あと、出汁を入れてからね、一緒に、ホルモンの方炊いてください。ぜひね、簡単なんでね、作ってみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。